トゥルくんです。ここのところ少しずつ寒くなってきましたが、皆さんお元気にお過ごしでしょうか。今回は久々にメタルハウスを作っていきたいと思います。キットの方はスターウォーズからボバフェットの宇宙船、昔はスレーブ1と呼ばれていたスペースシップになります。それでは早速開封していきましょう。キットは紙袋の中に入っています。ハサミで袋を慎重に切っていきましょう。封筒の中の手紙を間違って切らない、そんな感じの開け方ですね。なぜならこのキットはハサミで切れてしまうような、そんな材料で作られています。袋の中からは光り輝くものが出てきました。よく見ると薄い金属板のようです。表面には何か印刷されているようですね。金属板は大きさの違うものが数枚入っています。大きな板が2枚、それから小さめの板が2枚、それとマニュアルが入っていました。マニュアルは2枚、3枚、4枚と4枚入っていました。組み立てには結構時間かかりそうですね。皆さんはペーパークラフトを作ったことがあるでしょうか。メタルアースとは紙の代わりに金属の板を使ったスチールクラフト的なものでしょうか。紙の代わりに金属を使うことでより精密なモデルに仕上げることができます。また金属特有の光沢や重量感は紙では味わえない独特のものとなっています。それでは早速組み立てていきましょう。メタルアースのパッケージには難易度が書いてあります。今回は若干ハード寄りのようです。金属板には部品番号が書いてありません。したがってマニュアルの番号と見比べながら部品を切っていく必要があります。結構似たような部品があるので部品番号は間違えないようにしましょう。部品の形状を確かめつつマニュアルと合わせて間違えないようにしましょう。部品を切るには専用の金属用のニッパーが必要となります。エッチング用にニッパーを持っている人はそれがそのまま使えます。各部品はプラモデルと同様にゲートで支えられています。ゲートを切り離していくことでパーツを外すことができます。ゲートを切り離すときに多少部品が曲がってしまいますが、それは気にせずにいきましょう。メタルアースは曲面が多く出てくるのも特徴です。部品を曲げるときはペンなどを使って丸く曲げていくことをお勧めします。小さく曲げたいときはより細いペン等を使って曲げていきましょう。曲げ専用の金属棒なども売っていたりします。ある程度曲げたらペンチ等で形を整えていきます。きれいな輪に仕上げるのは結構難しいですよ。部品に開いている穴にタブを差し込み曲げることで部品を固定していくことができます。自分はほとんど爪でタブを曲げてしまいますが、こうやってヘラで曲げた方が楽な部分もあります。こうやって部品を積み重ねることによって形を作っていきます。かなり細い部品もあるので切り取りや組み立てには十分注意した方がいいですね。タブは折って固定する他にもひねって固定する方法もあります。
これはマニュアルに書いてありますので、よく見て選びましょう。このパーツのようになだらかな曲面が必要なパーツが結構あります。背面のノズルは輪っかをいくつも重ね合わせて作っていきます。それぞれの輪っかごとにタブを固定していかなければならず、かなり難易度の高い部品となります。なかなかきれいに組み上げるのは難しいんですが、後から調整が効きますんでご安心を。このような細かい部分まで再現するのがすごいところです。その分苦労させられるんですけどね。この平べったいパーツが組み上げることによってこういった立体感のあるパーツになっていきます。ある程度部品が組み上がったらベースに固定していきます。このベースに開いた穴にそれぞれの部品を固定していきます。ベースにはタブを差し込む穴がたくさん開いているので、差し込む位置を間違えないように気をつけなければいけません。取り付ける順番にも注意しないと、後で外してまた付け直しということになってしまうので、十分注意しましょう。こうやって少しずつ形になっていくと、だんだん楽しくなってきますね。それではどんどん部品をつけていきましょう。部品をつけていくことによって裏面がこんな風になっていたんだなってだんだん分かってくるようになります。プラモデルでもここまで細かくはないですからね。裏面は取り付ける部品が多いので、部品同士の干渉が多くなって結構調整が必要になってきます。これで裏面の部品が取り付け終わりました。シャープなディティールがなかなかのものでしょう。次は両サイドのウイングを組み立てていくんですが、非常に細かい部品があって特に注意が必要です。金属製とはいえ何度もひねっていると取れてしまいますからね。ニッパでそーっとひねっていきます。かなり緊張する一瞬です。間違って部品が取れてしまったときはもう瞬間接着剤で直すしかないですよね。さらに難易度が高いのがこの部品。これどうやって組むんですかね。この部品90度ひねる必要があるんですが、やっぱりきついですね。曲げる方向を間違えたらそれでアウトですからね。慎重にいきましょう。羽部分は脆い部品が多く、組み立てるのにかなり苦労しました。その分かなり精密感のあるパーツになっていると思います。これを2つ組むのは結構時間かかりました。メタルアースは平らな板を重ねて組んでいくので、丸みのある表現が苦手になっています。これはキャノピー部分の部品ですが、あの丸みを表現することが果たしてできるでしょうか。ここでクリアパーツのような別の材質の部品を持ってこないところがメタルアースのこだわりといった感じでしょうか。自分の腕ではここら辺までが限界でしょうか。キャノピーの丸みをうまく出さないと
本体との間に隙間ができてしまって、ちょっといまいちな状態になってしまいます。部品をつけた後だと調整しづらいですね。いろいろと調整してみたんですが、今回はこれが限界でした。胴体側面のドームはこのようなパーツでできています。例によってペンなどでゆっくり曲げていきます。一つの部品の中でタブの多いものはタブがうまくはまらず、組むのが結構難しいです。こういったところはヘラ等を使うと楽ですよ。ちょっとポリゴンで描いたような球面になってしまいましたが、まあまあじゃないでしょうか。本体に取り付けるとこのような感じになります。両側を取り付けておなじみのフォルムになってきましたね。次はスカートの部分を組んでいきましょう。比較的大きい部品は曲線も表現しやすくなっています。ここは本体への取り付けを行いつつ形状を整えていくといった感じになります。この複雑な形状がピタッと収まるんですから、設計はよくできてますね。胴体後部は一方向に曲げるだけなので、組むのは比較的楽です。胴体全部への取り付けを終えるとだいぶ形になってきた感じですね。それではどんどん部品を組んでいきましょう。この羽を支える部分などはほとんど見えないのですが、かなりディティールが凝っています。細いパイプ状のところは組むのにかなり苦労しました。こうやって取り付けてみるとどこの部品だったかわかりますよね。実はこのキット、着陸形態と飛行形態を選択するようになっています。今回は飛行形態をベースに作っていきますので、この後ろのハッチは閉鎖状態で作ります。まずはこのツインブラスター砲の台座を先につけておきます。つける順番を間違えると一度外してやり直す必要が出てくるので注意しましょう。部品を組んでいくことで本体の形状が整っていくのがわかるでしょうか。実際はかなり力技で組んでいったりしてるんですけどね。これで機体の上面がほぼ組み終わった感じですね。それでは後ろ側のスカートもつけてしまいましょう。ここはスカートの裾が広がりすぎていて少しつけにくかったですね。スカートの形がいびつに見えるんですが、後で裏面を取り付けるときに修正していきます。最初に見たときはかなり心配になりましたよ。いよいよ上面と下面の合体ですが、ここは結構力押しですね。上下の形状が全然合っていないのがわかると思います。この隙間見てみてください。プラスチックモデルと違うのはこういうところですね。ここは仮組みをしていって少しずつ形状を慣らしていくしかなさそうです。ある程度形状が合ってきたらタブを閉めて形を整えていきましょう。あまり力を入れすぎると仮面の部品が曲がってしまったりするので、ここら辺は注意した方がいいですね。スカートの形状もなんとか整って一安心といったところでしょうか。
メタルアースの弱点として稼働ができないっていうのがあるんですね。で、例えばこのボバフェットの宇宙船でいうと、こういった機重関係ですね、それからこの羽の方、こういったところの稼働ができないような仕様になってます。いわゆる選択式になってるわけですね。で、こう付け根にタブがあるのがわかると思うんですが、このタブを穴に差し込んで固定してしまいますので、本来はこういった飛行形態と、着陸形態ですね、こういったものを選ばなきゃいけないっていう風な仕様になってます。で、メタルアースの特徴として、金属っていうところがありますので、磁石をですね、こういったところに、仕込むわけですね。で、例えばこういった機重なんかも非常にちっちゃい磁石がくっついてるのがわかると思うんですが、こういったものをつけておくと、こう金属の本体にこう自由にくっつけられるわけですね。したがってこの機重の台座の方にですね、磁石でくっつければ、機重の回転が可能になるというふうにしています。で、こちらの羽の方もですね、こちらのタブの根元にですね、磁石くっつけてますんで、これをこのタブの穴にですね、差し込むだけでですね、固定ができるようになるというふうにしてみました。こんな感じですね。少し斜めってはいるんですけど、そこら辺の調整でなんとかなると思います。これを着陸体制に、こんな感じで着陸体制に持っていくことができます。ちょっとしたアイデアなんですが、稼働にこだわる人はですね、少しやってみてもいいんじゃないかなと。磁石ここにはめるだけなんで、実に簡単な改造なので、ぜひですね、手に入れた人はですね、やってみてはいかがでしょうか。この台座の方もですね、普通のこの形状だと、ほぼ支えられないような仕様になってますんで、ほとんどこう使い物にならない感じなんですね。なのでこの支えの裏側にですね、磁石をこうやってつけておけば、ちょっと余計なところにくっついちゃってたりはするんですが、うまくくっつければ、少し固定が安定するかなという感じですね。メタルアースの材質を利用したアイデアということで、この辺は結構面白いやり方ですよね。皆さんも少し工夫して考えてみてください。